のに、あ、僕お腹痛いから何もできてないって言ったこと、俺は忘れねえから忘れてやらねえからな。下手下手。じゃあ岩井さんにって言うかなと思ったら、あんまね、岩井さんにあ
なのです。今夜も2人でいっぱいおしゃべりしていきます。いやね、一人暮らし始めて、カーテンも無事に届きまして、よかった。はい、ちゃんとつけてるんですけども、これを機にね、自炊しようと思って私、まだ2回ぐらいしかやってないんですけど、作ったわけですよ。そしたらくっそまずい。もう全部2食分まずかったね。何作った？まず1回目は肉じゃがです。肉じゃがだって知ってるかんや。お母さんとなんか一緒に作ったんですけど、なんかお母さんと作ってまずくなる？なんかね、私がなんだろうね、味見しなかったのかな、なんでいいんちゃうみたいな感じで、お母さん的にもすごいだいぶ分量がなんていうの、適当なのすごい目分量。そうで、次は生姜焼き作ろうと思って、なんかレベルが高いよね。とかから作ったらいいねさ。和食が食べなかったの。で、なんかクックパッドで調べまして、めちゃめちゃ簡単にできます。で、生姜チューブでできるやつなんで、刻まなくてもいいみたいな感じだったから、もう作ろうと思って、で、作ったんですけど、焦げたし、なんか食べたらカッチカチやし、なんか味も生姜の味はなくて、焼きイカ焼きみたいな感じになって、それもなんか焦げもさ、なんだろう、そのさ、いろんなみりんとかさ、酒とか入れるわけですよ、の焼きかすみたいなのがついてるからね、まずいし、そんなんなるんや。そうで、なんか多分酒がなんか焼ききれてなかった、蒸発しきれてなかったのか、ちょっと酒の味もするし、そんな難しいんやね。何なんだろうこのセンスと思って、料理センスマジでいかれてんなと思っちゃったぐらい、ほんとお菓子作りとかはできるんですけど、そういう料理だと焦がしたりとか多くて、もう前にカレー作った時も、カレーに焦げが入ったりとか。そんなことある？肉をさ、同じ鍋で焼いたわけですよ、煮込む鍋で、で焼いてたら肉が焦げて、で、そのまま作ったら大丈夫だと思ってカレー流して食べたけど、それもまずいし、多分センスがないんやろうね。作ってない私が言うのもあれやけど。そうだよ何も作ってない。マジで？箸ないもん、まず家に。どうしてんの？なんか買ってきたコンビニの箸。割り箸でね。そうあれのもめんどくさくなってくるやん、一緒にやると。てか食器もすごい最小限。フライパンも包丁もまな板もない、お鍋もないし。もう作る気ないもんな、そっからしたら。でもミキサーとトースターは買った。朝のためにパンは焼ける、バナナスムージーは作れる。それだけ。マジでか。でもインスタとかに載せてるよね。載せたんですよ。そしたらなんかまずそうとか、硬そうとか、野菜がないとか、なんなのお前らと思って。フォロワーアンチしかおらんの。そんなコメント来へんで。ちょっとね、なんかね、引いた、逆に。私が悪いけど、じゃないですよ。まずそうな料理作った高いが悪いよね。悪いけど、自分で言うのはいいけど、じゃないですよ。悪いけど、なんかさ、初めてにしては頑張りましたねとか、じゃあ一人暮らししたから自炊しないんですかとかって聞いてくる人もいたわけですよ。だからそれの中で、じゃあ作ってしまう、見た目もちょっと悪いけど、あれなのかなと思った私のこの気持ちをね、返せって思うぐらい、ファンの人に向けて作ったとこもあんねんな。私は生きてるよって。でさ、なんかさ、まずそうとかって言われるのに対して、もうすごい嫌になったから、将来結婚する人は絶対に料理に文句つけない人がいいと思った。確かにそれはちょっと細かいね。まずそうとかさ、自分の正体が分からへんから言ってる。SNS って。でもさ、自炊しないとさ、なんか言われるわけじゃないですか。何言われるの？自炊しひん？なんかご飯自分で作ればみたいなとか。誰？お父さんじゃないよね。そうお父さんでも言ってくるけど言われるから作って載せれるじゃないですか。そしたらどんどん載せてる
私気にしないんですよ別に、だからまああげた時があって、その時に向かいに男がおるんちゃうかみたいな、来た時があって、でも実際こんならあかんのかみたいな。実際男の人やけどマネージャーさんやったよ、一緒にいたし私もその写真のそうっていうのもありますよ SNS って。へえ、すごいね。なんか、気にしたことなかったかも。まあね、けどまあやっぱねアイドルのファンだったらね、やっぱりちょっと過敏なところもありますよ。へえ、面白いねそれは。だからペアモンとかのじゃあ食器とか写せへんねん。いや写せへんですね。まあ買わへんけど。でもさ、セールで安なってるやん、ペアモンの方が余るから。はい可愛いですね。そうだからフランフランとかよく行くんですけど、食器とか置いてるところ、そのミキミニとか私普通に買うんですよ。それじゃ写したらやばいやばいと思う。ミッキーの方写せばいいんじゃん。ミッキー違いますよ、交互に使ってますよみたいなね。そういやそうですよ、もうそんなんいろいろ考えてやらなかったね。はあ、なるほどね。めんどくさいね、一人暮らしのアピールはね。そうなの、塩梅がね難しくてね。私お父さんからあれ1週間に1回 LINE が来るようになって、ああそっか、心配だもんね。そうでその分がもう絶対コピペなんですけど、安否確認生きてますかだけで、私が生きてますって送ると分かりましたみたいな感じで終わる。そんなに。だからその自炊もしてないからどうやって理科生活をしてるんやろみたいな。まあご飯コンビニで買ったり。そうでも生きてるから全然、けどやっぱ心配らしくて LINE は来るようになった。へえ、そうなんだ。素敵な、でもお父さんです優しいね。じゃあここでメールを読みたいと思います。ラジオネームピンチヒッターさんからです。大家さん、高見さん、こんばんは。こんばんは。初メールです。年内最初の放送で高見さんが家電を買っていたらウォーターサーバーも買ったと言っていましたが、三四郎の相田さんも家電を買ってたらウォーターサーバーも買ったらしいですよ。ちなみに相方の小宮さんは大家さんと同じことを言っていました。へえ。まあウォーターサーバーやっぱいらんわ。結局どうしたんやったっけ。お断りしました。断ったんか。そっか。お断りして電話して断って、とりあえずねやっぱ一人暮らし一発目やし、まあいらんかなと思ったら、まあいらんわなと。でも私ちょっとね、ちょっと欲しい。マジで影響されてるやん。なんかね、そのやっぱ自炊もせえへんからさ、何もないわけ本当に。飲み物も冷蔵庫もったいないぐらい何もないの。今栄養ドリンクしか入ってなくて冷蔵庫怖っぐらい本当なんもなくて、だからお水が飲みたいってことはないの。うわー、いやそれ買えよ。あ、そっかそれ買えよ。ウォーターサーバーもますますいらんやん。じゃあそうやな。やめでも相田さんからもすごい来るわけですよ、リップとかで。ウォーターサーバーマジでいいよ誰ウォーターサーバーの人ずっと相田さんは。いや大丈夫です、お断りしましたんでみたいな感じで言ったら、いや本当にいいよって言われて、しつこいっす。でも相田さんあれしゃべりスター聞いてくれててさ、三四郎さんのお二人は呼んでよみたいなのたびに言ってくださるやんか。実際じゃあウォーターサーバー相田さんを呼んで違う三四郎のウォーターサーバー相田さんとして呼んでプレゼンしてもらおう。ウォーターサーバーをね。でも買わへんけどでもそれでなんかちょっといいなと思ったら、まあじゃあ買いますよ。買おうよ私らも。いやウォーターサーバー相田さんって何ウォーターサーバーの人としてそうですね、来てもらおう。ぜひお越しください相田さん。でも来てくれそうやもんね。ね、本当だよね。という一人暮らしの報告でしたね。ちょっともうちょっといい報告できる店だな、一人暮らし。そうね、美味しくなりましたっていうかね。なんかもうちょっと家が整いましたとか、なんもないから本当にね。まあ始めて1ヶ月ぐらいですかね、一人暮らしを。ということでこの間ライブを見に行ってきましてですね、そのなんかたくさんの方が出たんですけど、クリーピーナッツさんすごい気になってて、もともと R 指定さんをフリースタイルダンジョンで見てたので、いつからライブ見たいなと思ってまして、でちょうど見れる機会があったのに見たんですよ。すっごいかっこいいね。あ、そうなの。ラップ、DJ の松永さんって方と、R 指定さんラップの方なんですけど、
さんって方と、まあ、R 指定さんラップの方なんですけど、もう今更ね絶対言ったら遅えよと思われると思うんですけど、めっちゃかっこよくて、フリースタイルとかも生で見れて、その時に観客の中からまあ何人か選んでその言葉をもらって、それを今からその DJ 松永さん流す音に合わせて言います。面白そう。そう面白くて、でやっぱ曲も何曲か聴いたことあったんですけど、やっぱ生で聴くと全然違うから、その中でもやっぱ一番好きだなっていう曲をここで皆さんにお送りしたいと思います。はい、クリーピーナッツで助演男優賞。か
黒と白の境目を書き分けてみたい。意味がわからん意味がわからん。それ黒と白の境目を書き分けたいね。そんなんな、パンダ可愛いけど所詮クマやね。まあね、やられんでそんな怖いですね。カットてかシャンシャンそんな興味ある？あるね、私はある見たいよ、そりゃ。いやシャンシャンだってめちゃめちゃドラマのアカウント買ったりさ、整理券とかじゃないですか。演出がすごい。してパンダ見たい。でもシャンシャンはやっぱいつか中国の方に帰られるから、その前に見ときたい。日本で生まれた子でもさ、絶対インスタに上げるためにシャンシャン見に行ってるから。それはある。シャンシャンかわいそう。シャンシャンが可愛そうやし、シャンシャンが可愛いんじゃなくて自分が可愛いやろ。そう、見に行ってる自分が可愛いでしょっていう、わざわざ行ってる私みたいな。そう、じゃあ動物園行ってきましたって確かにあげる人多いよね。多いね。いきなり素敵アピール。何私自然大好きでサーフィン。そう、何デートとかやったらまあ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 ってなるけどさ、美術館も多いもんね。あ、美術館いる。でも自分も行ったみたいな。行ってみましたけど行ってるやん。フォローが出てる。美術館多いよね。なんか美術館の前でスンみたいな。これは東京女子のメイちゃん。めっちゃあげるな、名前を。メイちゃんはでもほんまに好きそうやもんね、カメラとか美術館。そうそうそう、そういうのやったらいいんですよ。毎回そうやっていろいろ美術館巡りしてますみたいな感じやったらわかるんですけど、そう、なんかメイちゃんって本当に何個も行ってるよね。カメラもすごい台数持ってるっぽくて、かなり美術館行っていうか、なんかいや見たらしくないんですけど、たまにさ、ドットの有名な人誰やったっけ、草間彌生さん。そうの展示やってる時にやたらアイドル行ってたやん。やたら草間さんとき行くやんみたいな。草間アイドルの草間さん人気が。そうわけなかったら、とりあえず草間さん行っとけばええやろみたいな。まあインスタに映えますからね、奇抜なドットとか。びっくりした。普段から行ってる人やったらいい。いやいやいや、メイちゃんやったらええですよ。いや、いきなり草間さんだけ行くやんみたいな。いやー面白いですね。インスタ見てるとね、やっぱりアイドルとかのやつはね、ようそんな風に見てるよね。怖いわー。ほんとみんな思ってたと思う。そうだったんだ。私も行きたかったけどね。行きたかった。それなんで、それなんで。ちょっとインスタ映え。やっぱり思ってるやん。まあ、しやすい、インスタ映えしやすい、美術館に行きやすい。いや、草間さん失礼ですよ、そんなインスタだけだったら。それはそんな気持ちでやったらやったら。はい、という2通でしたが、はい、2つでした。どうでした、なおちゃん。いや、やっぱちょっとね、美術館に関してはね、行っちゃうね、やっぱり。行った時写真撮った？撮らなかった。ああ、そうね。アートって感じやったんで、あ私もちょいちょい飽きてましたけど、その時。あ、来てないや。やっぱね、その本当なんだろう、写真する展示とかもいっぱいなってるじゃないですか。多くなってきてて、そういうとこに行く人はまあそのインスタ映えを意識してるなっていうふうに思ったんですけど、アートに行ってる人はもうちゃんと確実です。確実に好きな人だよね。はい。じゃあ高見さんのこれからのインスタの写真に期待していいってことですね。どんな個展に行ってんのか。1個ぐらい行ってほしいですよね、近々。インスタ映えするところに行ってほしい。バレるやん。このコーナーではインスタグラマー高見直子ちゃんのダメダメ投稿をお待ちしております。どんな写真でどんな文章だったのかも考えてくださいね。以上、ダメインスタグラマー直子ちゃんでした。横断矛盾、横断無屈、横断不純、縦横無尽。ベイビーレッジャパン、そうや高見のダメレッター。今でもちょくちょく消してんの。そうだったんだ。ちょっと雰囲気見て、あ、やっぱこの写真ちゃうかったなとか消してる。すごいね。こだわりが強い。そう、だからちょっとね、今頑張ってるんですよ、インスタの
げたいなと思って、りかこちゃんも見てあげてください。そう、りかこちゃん見てください。そしてお知らせができると思うので、楽しみにということで、そしてここでベイビーレイズジャパンからのお知らせです。1月24日にですね、ブルーレイライブボックスを発売いたしました。タイトル出ております。はい、すごく豪華な、ワンマンライブ6公演が収録されている、ライブボックスなので、皆さんぜひ店頭の方で、お買い求めいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。その他最新情報はベイビーレイジャパンのファンクラブをチェックしてください。それでは今日も3
した。